皆さん、こんにちは。お絵かきバーチャル YouTuber のやきまえるです。今回は XP ペンさんのご提供により、新作液晶タブレットアーティストプロ24 Gen 2 165Hz のレビューをしたいと思います。もうね、待ってました。自分の好みにバッチリな液タブです。大画面で 2.5K の解像度、そして Adobe RGB99%、筆圧感知レベルが 16,384 と、プロ仕様のガチスペックになります。そして何より 165Hz の高リフレッシュレートで快適な作業環境。素晴らしいということで、乗り換える気満々でレビューしていこうと思います。今からね、触るのでまだわからないんですが、多分ね、めちゃくちゃいい液タブだと思います。ただ、ハイスペック液タブだからこその購入時の注意点とかもあるので、ぜひね、購入を検討される方は、この動画最後まで見てもらえるといいんじゃないかなと思います。で、さらに、こちらの液タブのプレゼント企画もやっちゃいます。動画の最後に詳細をお伝えしますので、ぜひね、最後まで見ていってくださいね。それでは早速見ていきましょう。カラーキャリブレーションファクトリーレポートに、クイックガイド、ちゃんと日本語もあります。保証書に、お絵かき用の手袋、じゃじゃーん。そしてクリーニングクロス。こちらがペンケース。中にはね、なんとペンが2本入っています。こちらどちらも X3 Pro 最新スマートチップ搭載の最新ペンになります。こちらがよくある液タブのペンで、こちらが鉛筆っぽい形のペンになります。中に入っているのはこちら片手デバイス用のレシーバーと、そしてこちらがこのスリムスタイラスのボタンをね、なくすための蓋。そしてフェルト芯が4本と、こちらの鉛筆っぽいペン用の回芯が4本入っています。ペンの回芯なんですが、こちらに入っている以外にもたくさん入っています。こちらはね、芯を抜くためのパーツになります。で、こちら筆圧感知は 16,384 レベルと従来の2倍になっています。もちろん傾き検知機能付きで、ボタンはこちらのペンが1、2、3、そしてこちらの鉛筆っぽいペンの方が1、2と2つになっています。もちろん充電も不要です。はい、でお次はケーブル類接続方法を紹介していきます。こちらの液タブはパソコンや対応した Android 端末に接続して使用するものです。対応 OS やアプリはこちらになります。まずこの2つは電源ケーブルになります。で、USB 系の接続は USB-A 接続と Type-C 両方の接続に対応しています。Type-C で映像を出せないよっていうパソコンの場合は、こちらの HDMI ケーブルか、こちらのディスプレイポートも接続してください。ここで注意点なんですが、こちらの HDMI だと 165Hz で使えないので注意してください。165Hz で使いたい人は、ちゃんと自分のパソコンがディスプレイポートや Type-C に対応していることをご確認ください。こちらがね、本体になります。正直に言って、もうめちゃくちゃでかくて、めちゃくちゃ重いです。購入する人はそこはね、覚悟しておくといいと思います。こちらの液タブなんですが、なんと、レッドドットアワード2024を受賞しています。どういう賞かっていうとね、めちゃくちゃおしゃれなデザインだって感じの賞になります。こちら見た目だけじゃなく、便利なね、アクセサリーや人間工学に基づく機能がありまして、例えばここすごいね、ベゼル太いんですけど、これもね、手を置いて作業しやすくするためにわざとこうなっています。背面のスタンドかなりしっかりしていて、いつもね、XP ペンさんのスタンドすごいね、スムーズに使えてしっかりしてるんですけど、こちらもね、こんな感じで、すごいぺったんこからすごいまっすぐとね、自由な角度を選択することができるスタンドになっています。こちらね、配線のカバーもついているので、かなりね、スッキリとした見た目で使うことができます。こちらは自分めちゃくちゃ大好きなんですけど、なんとね、こんな感じでペンホルダーがガチャンとつけれるので、ペンをこのようにつけておくことができます。これね、なくさなくてめちゃくちゃいいんですよ。2箇所つけることができるので、もう一つのスリムペンもね、このように取り付けることができます。そしてプロには嬉しいキーのないスッキリとしたデザインになっています。めちゃくちゃね、でかくて重たいんですが、自分は動画編集とかゲームとかも液タブの画面でやったりするので、このサイズないと結構辛いなっていう感じです。これだけのサイズがあると、かなり大きな机じゃないと使うのが難しいので、購入を検討される方はサイズとかを測ってイメージをつけて使えそうかなって考えてから買うといいと思います。それじゃあここからはパソコンとつないでお絵かき性能の方をしっかり見ていきたいと思います。
使う準備をしていきましょう。やり方は簡単で、パソコンとつないで、ドライバーという専用のソフトを公式サイトからダウンロード&インストールするだけでつながります。クイックガイドの通りに接続すれば大丈夫です。PC でのセットアップ時の注意事項としては、もともと何か液タブやペンタブのドライバーが入っている場合は、アンインストールして PC を再起動してから入れましょう。そして Windows のディスプレイ設定で配置、サイズ、解像度を正しく設定してください。この時に 2.5K が使えないパソコンだと解像度に 2.5K が選べないです。なので、こちらの液タブを購入する場合は、自分のパソコンが 2.5K に対応しているかをしっかりね、確認してから買うようにしてください。そして、今回はディスプレイの詳細設定からリフレッシュレートの設定もしましょう。先ほども少し触れましたが、この時 HDMI 端子を使っている場合は 144Hz になっちゃうのでご注意ください。インストールされるアプリでは、まず画面エリアをしっかり設定してください。また、もしね、絵を描く角度とかで視差が気になるようなことがあれば、こちらのキャリブレーションを行うことで調整できます。ペンのボタンや筆圧などの設定もこちらでできます。それでは実際の描画性能を見ていきましょう。まず画面は 23.8 インチになります。サイズは A4 の紙と比べると1枚、2枚、そして半分ぐらいですね。2.5 枚ぐらいのサイズ感になります。そして解像度は 2.5K です。ですのでドット感も少ないし、お絵描きソフトの UI、こういったレイヤーとかボタンとかのようなものですね。こういうものがたっぷり表示できるのがいいですね。自分は液タブはこちらの 2.5K、WQHD が一番好きです。こういう UI の表示が一番しっくりくるんですよね。実はこの液タブ、ほぼ同じ仕様で 4K バージョンがあります。リフレッシュレートは通常になっちゃうんですけどね。4K の液タブだとさらにドットが細かくなって、画面はさらに綺麗になり、表示されるこういった UI もさらに小さくなります。っていう話をすると、いや、UI の大きさは PC の設定で変えられるから 4K が最強だっていう人いるんですが、パソコンで無理やり UI のサイズを変更すると、2画面以上のモニターで使用している場合や、アプリによってはね、表示が思ったようにいかずになんかイライラってすることが結構あるので、UI の大きさは変えない前提で液タブを選ぶのをマユルはおすすめします。その上で、フル HD、2.5K、4K 好きなのを選ぶのがいいと思います。で、マユルは乱視もあって細かい画面はね、結構見えにくいので 2.5K がベストです。はい、で、色域はこのようになっています。カバー率で 99% Adobe RGB。もうめちゃくちゃいいです。カバー率でこれはね、プロから見ても満足な色域だと思います。もう色構成用のね、別のモニターがいらないくらいです。なんて言ったってこちらの液タブ sRGB、Adobe RGB、ディスプレイ P3 のね、切り替えも簡単にできちゃうんです。で、こちらの液タブなんですけど、XP Pen Color Master という色構成ソフトウェアも無料でね、ダウンロードできますので、こだわる方はそちらもご利用ください。それでは実際に使ってみましょう。まず早く描いてみましょう。めちゃいい感じだと思います。ゆっくり描いても変な動きとかすることなく、しっかりね、描けています。色塗りも、こんな感じで、強めたり、弱めたり、思ったようにできていると思います。はい。で、視差も、こんな感じで、ほぼありません。こんな感じです。別の角度から見ると、こんな感じで、画面の厚み分の視差があります。無理に厚みを薄くしても、その分ね、不具合が出ちゃう機種とかもあるので、ここはね、仕方がないところなのかなと思います。四隅の視差は、こんな感じで、なかなかにしっかりとした作りになってる印象です。はい、で、皆さん気になる 165Hz の影響なんですけど、正直ね、マイルの目だとわからないです。なんか滑らかだなーっていう気はするんですけど、気のせいなのか、実感なのかわかんないくらいです。しかもなんですけど、クリスタはちょっとね、公式では見つからなかったんで、正しいかわかんないんですけど、なんか 120Hz しか出ないっていう風に噂で聞いていて、でさらに、これもね、公式で見たわけじゃないんで、確かじゃないんですけど、
お絵かきアプリによっては、デュアルモニターとかにしている場合に、他の画面のリフレッシュレートが低いと、そっちにね、設定が揃っちゃうらしいです。なので、この液タブの高リフレッシュレートを活かすには、活かすなりの環境を整えてあげる必要があります。この話、お絵かきの時の話なんで、普段ね、パソコンを使っているところで、高リフレッシュレートで目の疲れが減るとか、そういう恩恵はあるのかなと思いながら、使っていけたらいいなっていう感じですね。書き心地はめちゃくちゃサラサラです。これ本当に気持ちいいんで、ぜひね、体感してもらいたいぐらい、シルクかなぐらいな感じです。ツルツルでもザラザラでもない、この間の感じは自分すごい好きです。ペンもすごい滑らかに動くし、書き味はめちゃくちゃいいです。スリムスタイラスで書くと、やばい、めちゃくちゃ鉛筆感が回しますね。細かい操作は、こっちの方がやりやすい気がする。しかもこのスリムと普通のペン、ね、特に設定とか変える必要がなく切り替えることができます。なんかほんと書き味全然違うわ。こっちすごい柔らかくて、こっちほんと鉛筆感ありますね。シャカシャカシャカって感じがめっちゃいいです。あれ、そうだ、沈み込みも、こんな感じでね、全くありません。本当にデッサンやってるぐらいな感じで書けちゃいます。シャカ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 。それじゃあね、軽くスケッチしていこうと思います。試しにこのスリムペンの方でね、鉛筆っぽい方のペンでちょっと書いてみてるんですけど、めちゃくちゃ鉛筆ですね。書いててすごい楽しいです。なんかこう、ヴィランって感じの、ちょっと悪そうな感じの子書いてみようと思います。書いててめちゃくちゃ気持ちいいですね。すっごいスルスル書ける。いや、めちゃくちゃ書きやすいですね。多分見ててわかると思うんですけど、本当に、なんか、紙に絵を描いてるかのように絵が描けて、すんごい楽しいです。いや、これだけ自由に描けるとめちゃくちゃ楽しいですね。本当に筆圧もすごいいい感じに検知してくれてて、線の濃さとか強さみたいなのが本当に自由自在に描けて、めちゃくちゃ気持ちがいいです。ちょっとペンを変えてみたりして。いや、いいね。思ったように線が引ける。いや、めちゃくちゃいいですね。本当にペンの滑りもいいし、筆圧感知の具合もめちゃくちゃいいし、かなりガチめにアナログに近い書き味になってます。いや、これほんと綺麗に色も塗れるし、めちゃくちゃいいわ。正直、高リフレッシュレートはもう自分の目だと、本当に見てわかるかっていうと、全然わからないです。ただなんかすごい気持ちよく書けるので、その辺ね、恩恵があるのかなという気もします。ちょっと画角強くて絵の感じわかんないよね。今こんな感じです。もうね、書き味はね、めちゃくちゃいいんで、そこはね、安心してもらっていいんじゃないかなっていう感じです。そこはっていう言い方をしてるには訳があって、一個ね、この液タブ気をつけた方がいいのが、マジででかいです。多分この液タブレビューの自分の机周りの映像だとあんまりねピンとこない人も多いかもしれないんですけど、ちゃんと大きい液タブを使うことを意識して揃えた環境で使わないともうめちゃくちゃでかくて正直ね邪魔になると思います。で、同じサイズ感のラインナップ、24インチ前後のラインナップの他の液タブに比べてもかなり大きいんですよ。自分こう液タブのモニターがあって、いつもその上にもう一個ねサブモニターをこう並べる感じで使ってたんですけど、あまりにも液タブが大きすぎて、少しね、サブモニターに今被っちゃってるんですよね。だからこっちのモニター用のモニター向かった方がいいかなみたいな感じです。こう液タブを寝かして使うような人だったら、あんまりそういう問題もないのかもしれないんですけど、結構自分なんかこうね、立てた状態で普通に別の動画編集作業とかをね、モニターとして使ったりしてるので、ほんとサイズは測って買ってみるといいんじゃないかなと思います。で、測ってみて、うわ、これでかいわってなった人いたら、この間レビューしたアーティストプロ19 Gen 2っていうのがめちゃくちゃスタイリッシュでスマートでスッキリしてて、高性能なんですよ。なので、そっちにしてみたりとか、あと、つい最近発表されたアーティストプロ22 Gen 2っていうのがあって、このあたりも検討するにはいいあたりなんじゃないかなと思います。サイズ問題以外は、
とにかくめちゃくちゃ書き心地いいし、精度も筆圧感知の具合も本当にいいんで、すっごいいい液タブです。机周りも含めて、もうプロフェッショナルなお絵描き環境を整えたいっていう方にはもうめちゃくちゃおすすめなので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。とは言っても液タブはどんどん進化していますので、最新情報は要チェックでお願いします。このチャンネルでは最新液タブのレビューをね、たくさんやっていますので、ぜひチャンネル登録して最新機種の情報もチェックしてください。そして最後にお待たせいたしました。プレゼント企画のご案内です。今回ご紹介したアーティストプロ24 Gen 2 165Hz を1名様にプレゼントしちゃいます。プレゼント企画への応募は私の X アカウント、XP ペンさんのアカウントをフォロー、該当ポストをリポストすることで応募できます。該当ポストができ次第概要欄にリンクを貼りますので、そちらからどしどしご応募ください。個人 VTuber の企画なので結構ね当たりやすい方だと思います。でちなみにこちらの液タブ乗り換えようかなって言ってたんですけど、乗り換えてねちょっと今日から使っていこうかなと思います。ということで XP ペンアーティストプロ24 Gen 2 165Hz のレビューでした。なんと、僕の初書籍、大切なのは練習や勉強だけじゃない、絵が上手くなる5つの習慣が好評発売中です。ぜひゲットしてください。また、このチャンネルではお絵描き関連の動画をたくさんアップしています。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。では